材料はもう何でもいいんですけど、今回これは端材もうどっか持ってきたやつですね。壊したやつなので、釘跡やらハンマーの跡やらいっぱいあります。でこれが元の色で、若干カンナかけたのが綺麗になってます。でこれまたカットします。調整これ見てもらうと、こう沿ってこうこれを直線にします。これを取る機械がこれ自動ガン手押し。通すとここが一直線に取れます。次はここ直角出しの方、今直角取ったんで、これが直角になります。これちなみにスコヤってやつですね。道具、どこにでも売ってる道具です。厚さはだいたい2センチ、今12センチ弱あるんで、もうちょっとこういう腹がなくなるとこまで取ります。これで厚さが揃いました。これが昇降板っていう機械ですね。木工の機械で一番危ない機械じゃないかなと思います。でも何人もこれで怪我した人を見てます。攻撃力ってちょっとでも変なところに力が入るとストーンって乗って飛んでいく。多分ね、下手したらね、もう突き破っていくけなんか非常に神経使う道具です。基本あんまり使いたくないんやけど、使わんとこれ仕事にならない危ないんで刃を戻しときます。そしたら怪我しない。まあこっちに刃あるんだけどね。これで16センチ。ピシャリ。ね。基本家具製作はミリ表示。センチじゃないですね。センチじゃない。60センチ。そう1メーターとかあんまり使う。1000センチ。印つける場合は、まあ10センチな10センチ。普通の人こうやるの。これダメです。これもう線の太さが変わってしまう。とりあえず点でいいです。これが一番。ね。何回も引くともうダメ。で線引くときも大概普通の人こう何回も引く。これダメ。やっぱもう一回。微妙なんだけども、これとこれでは大きさが違ってくる。当て木をしてやった方がいちごだいたい
自分のやりやすい方向で印をつけます。ここまで何気なく次この穴取っていく。この穴ね、どれーっとこれも中心はね斜めやっていれば切ります。千枚通しで。こんな押さえもなんか工夫、自分でこれが正解っていうのはない。穴に入れてしっかり固定して。ラインがすごい。いいの。これなんか使える。これね、うち鍋敷きに使ってる。これちょっとちっちゃいけどね、一人用の鍋やったらちょうどいいと思う。だけど付け替えて自由が利く先に変えて。こうやって組み立てるんだけど、上からベース揉むと見えるのが嫌なんで、今回下からこうやって下から揉みます。ちっちゃなクランプ、しっかりかかってあげます。これダボ穴用、ダボ用切りで、ここをくっつけます。で、なじませる。ちょっと押して旗金で合う。このクランプはあとはここはみ出たとこ、はみ出たボンドは
水を拭き取る。ただこうやって合わせておいて、こうやってもいいんだけど、だいぶずれる、ね、だいぶずれる。なんでずれるかっていうと、この木目に沿ってこうビスが入っていってしまう。なのでそれを防ぐためにああやってクラップで押さえた方がいいと。めんどくさいけどね、一回一回。でもこれをすると線路では出来が違う。綺麗には。あとこうやって上からちょっとはみ出たろ。そんだけひっついてる。でできた。もうほぼほぼ半分完成。そうすると、比べても全然印象が違う。全然違いますね。どっち買うって言ったらこっちよね。手が一番いいんやけどね。感触で丸く取れたか取れてないか、バリがあるかないかが判断つくし。そうするともう手触りが段違いね。全然違う。これが、もういいかな。テレビが放送しちゃいけんわな。なんか地震に備えて水を用意してくださいとか食料用意してくださいとか、あんな言ってダメよ。買いに行きましたよね。買いに行った人なんや。よし、行こちょっと待ってね。なんかいける。きれいにいった。もう一個日本製で丸太のトイレやったかな。なんかそんなんもあるけど、それも悪くない。ね、いい色。全然色が違う。塗った方が木の本来の色。字の色やね。細かくしたのでもう一回。これで完成で、触るともう手触りが全く違うものになってくる。これで本当の完成です。